アンケートを取りますね。違法な証拠を見なかったことにできますか？はい。いいえ。何かの判断をするときに、違法な証拠っていうのが出てきた場合に、その証拠を見て、その証拠を見なかったことにできるかっていうのをまずはい、家で今質問書きましたね。あとじゃあ、ヤフコメ儲かるか。とりあえず今の質問の印象だけで書いてください。1000票を超えたらじゃあちょっと出しますか。あくまで具体的な話は今してないです。一般論として違法な証拠があった時にそれを違法なものなので判断において扱ってはいけないっていうのを見なかったことにできるかっていう。じゃあ結果出しますね。違法な証拠を見なかったことにできますか？いいえ 68%、はい 31% ということです。質問の内容としては、裁判が行われていますと。で、その裁判の最中に、第三者の人が、例えばじゃあ、ヒゲ親父さんが殺人事件の裁判になっていますと。で、今のところ、証拠は全然ありませんと。その中で、被害者の携帯電話というのが出てきました。で、その携帯電話の中を見ると、もうヒゲ親父さんが明らかに被害者をナイフで刺してます。お前なんか死ねえって言って刺して血がブーってなって被害者が助けてって言っている動画が被害者の携帯電話に入っていました。で、それが裁判でも出されました。ところが、その携帯電話というのが警察が違法な手段で入手してしまいました。証拠として確保したのではなく、全然違う件でたまたま警察署にあったものを証拠として採用してしまったので、法律上、その証拠は違法なので使ってはいけません。という状態の証拠です。なので、明らかにひいおやじさんが刺し殺してる動画なんだけど、でもそれを見なかったことにして判断しましょう。で、今のところ、ひいおやじさんが殺したっていう証拠は他には全くありません。という状態で、違法に入手した人を殺す動画を見ました。でも、その人を無罪だと思いますかっていう質問です。動画を見てる限りは絶対殺してるし、なんかも余罪もあるから、刑務所には入れなきゃいけないだろうと思うんですけど、でも、違法な証拠は、その裁判で証拠として扱えないので、なので、それはあなたがそれを有罪だと思いますか？無罪だと思いますかって話です。ヒゲさんだから有罪っていうね、答えもありますけど、ヒゲ親父なんだからね、社会に出さない方がいいよねっていう。真実であれば人殺しなんですよ。でも、裁判上の手続きだと、その証拠というのは違法な証拠なので、その裁判上の証拠としては使ってはならないというものなんですよね。じゃあ、結果を出してみましょう。結果は、有罪が 71%、無罪が 28%。ほらね、全然逆になったでしょ本来法律上は違法に入手した証拠というのを使ってはいけません。それによって判断してはいけないよねって、最初に僕がやった時は、皆さんそうだよねってなったじゃないですか。でも、実際に、それを目の当たりにした時に、果たしてその違法な証拠というのを、自分の判断に使わないというのを、人間はできるかっていうと、やっぱ無理なんですよ。だって、人殺してる映像を見たらもうひいおやじ人殺してるんだよ。で、それは確かに証拠としては採用できなかったかもしれないけど、明らかにひいおやじ人殺しなんだからさ、それは刑務所に入れなきゃいけないよねってなるじゃないですか。なので、どちらかというと、ひいおやじは人殺しであるというのをみんなちゃんと違法な証拠だったとしても、それはきちんと心に刻み込んでもらいたいんですけど、というわけで、これ何を言いたかったかっていうと、違法な証拠を出された時に人はそれで判断を変えてはならないというのが、一応法律上の話なんですよ。でも世の中って真実よりも法律を優先してしまうんですよ。これがね、じゃあなんで法律上違法に入手した証拠というので判断を変えてはならないのかっていうのだと、その出された証拠が本物かどうかっていう確認ができないものというのが違法な証拠になるんですよ。例えばね、仮の話ね、兵庫県というところで、知事がパワハラをしたんだっていうのを仮に言ってる人がいて、仮にそれに対して告発をした職員の PC の中に、仮に不倫をした写真と不倫をした職員と不倫をした動画というのが入っていて、それを仮に別の国政政党の党首が YouTube にアップロードして、ほら、こんな不倫をしてそれを隠したかったから、その職員は自殺したんじゃないか。なので、兵庫県の知事というのがパワハラをしたわけではないと、仮に言った場合に人はどのように判断をしますか？っていうのが、今のところ日本人って、それだったら告発をした職員が悪いんじゃないのというふうに思う人が多いんじゃないかっていうところなんですよ。ただ、
ここで、割とそれで投票してしまう人というのも日本人は多かったみたいなんですけど、で、ここで気になるのは、国政政党の仮に NHK 党の立花党首という人の名前だとして、立花党首という人が YouTube に上げた証拠が誰でも作れるでっち上げだった場合にどうすればいいですかって話なんですよ。職員はそんな証拠はないと言ってるし、で、そこの兵庫県知事だった人も別になんかそんな証拠があるとは言ってないと。で、職員の PC の中に入ってる不倫の証拠はどんなもので、仮に立花氏が持ってるものが本物かどうかもわからないんですよ。ってなると、立花氏が完全にでっち上げだとしても、それの真偽を確認することができないんですよ。仮にね、仮の話だよ。なので、でっち上げの可能性というのが否定できないんですよ。メディアが出さないから、国政政党の党首が言ってるから、本当なんだろうというふうに思った人って結構多いと思うんですけど、ただ実態として、あれが自分で作ったものではないっていう証明証拠も今のところ一度もないんですよね。で、僕たまたま動画をちらっと見たんですけど、フォルダーがあって、ともこの写真館みたいなフォルダーとかがあって、Windows 上でフォルダーを作って表示するなんて、誰でもできるんですよ。で、これが本当に元職員の PC から出てきたデータなのか、フォルダーなのかも全くわからないんですよ。こんなもん誰でも作れるよね。でもやっぱりそれを見ると、人は、本物だというふうに思ってしまう違法な証拠というのは、本来であれば判断において考慮すべきではない。っていうのが一応日本の法律というか世界中多分そういう法律なんですけど、割とね、騙されやすい人ってね、多少の知識がある人の方が騙されやすくて、中途半端な知識がある人が騙されやすいパターン、この1。作成日時とか。作成日時が過去の日付になっているフォルダーなのだから、これは捏造されたものではないっていう風に、割と中途半端な知識の人は余計に騙されるんですよ。で、無知な人の方が騙されないですよね、逆に。なんでかっていうと、日付はね、変えられるんですよ。一般的には日付の変え方って分からない人の方が多いんですけど、ソフトウェア、特定のそのね、作成日時とか更新日時を変えるためのソフトウェアっていうのがあって、それで変えると、いくらでも日程いじれるんですよ。なので、別に5年前にするとか、10年前にするとか、いくらでもできるんですよ。で、今回は、職員の PC からデータをコピーしたと言ってるので、サーバー側に記録はありません。なので、その PC の本物と比較をするというのをしない限りは、本物かどうかの証拠というのは得られないんですけど、それからコピーしたんだよ、作成日時でこれだよねって言われても、信用できないよねっていう風に、本来はなるべきなんですけど、割と作成日時がそうなってるからこれは本当なんだっていう風に思ってしまう人が多い。っていうのが、昔村木さんっていう厚生労働省の人が逮捕された事件があって、で、その時の書類っていうのを大阪地検の前田さんっていう人がでっち上げしたんですよね。本来その日付であるはずもない書類が、なぜかその日付になってて、いやいやそれおかしいだろっていうので、本当でいけば前もってこの書類を作ったということは、これは村木さん有罪ですよねってなるはずだったんだけど、でもいやいやそれおかしくねっていうので、フロッピーディスク自体を解析してみたら、後でソフトウェアで日付だけいじってるっていうのが分かって、で、村木さんは無罪になったんですけど、で、そこの大阪地検だった前田さんっていう人は、辞めたのか、クビになったわけじゃなくて、で、今ね、ヤフーニュースのね、オーサーコメントとかやってますよ。ヤフーニュースでたまにね、刑事事件とかで、元検察で弁護士の前田さんとしてコメント書いてるんだけど、お前捏造犯じゃんっていう。なんか偉そうに法律家なってるけど、お前証拠捏造するようなやつなんでそんな偉そうに喋ってんのっていうのが僕にとって不思議なんですけど、とはいえね、前田さんね、言ってることは真っ当なんですよ。自分の考えとかじゃなくて、法律上こうですよとか、検察の現場はこうですよっての書いてるから、僕たまにね、そうなんだ、ふーんっていうので、役には立ってるんだけど、とはいえ、お前捏造犯じゃんっていうのが、僕の中ではずっと残ってるので、前田さん面白いってなってるんですけど。なので、ちょっとね、立花さんが挙げてるのが本当かどうかという証拠が今のところないよねっていうのと、民衆は結構ね、少人数でコントロールされてしまうから、気をつけた方がいいよねっていうふうに思ってるという話を理解していただければいいかなと思ったんですけども、はい。公益通報制度で通報内容が疑わしい場合でも通報者の特定を行ってはいけないことを明文化する必要があるでしょうか。また通報制度で悪用に対する罰金等の処罰を明文化する必要があるでしょうか。いや、僕結構だからその公益通報制度が結構穴になってるなというふうには確かに思っていて、公益通報でデマを流したとしても、それを調べてはならないとなると、デマ流し放題なんですよね。例えばじゃあ、僕の知り合いの性格の悪いひよいさんという人が、じゃあ東京都知事になりました。で、東京都知事のひよいさんが人を殺していますとか、子供
供をさらって他の外国に売りましたとか、麻薬やってるのを見ましたっていうのを、東京都知事職員として告発する文書というのをばらまくとするじゃないですか。で、広域通報制度の方にもそれ入れとくんですよ。そうすると、東京都知事である平井さんは、それを誰がやったか調査してはならない。調べてはならないってなるんですよ。で、そうなると僕も、出し放題なんですよ、怪文書。じゃあ今度はなんか不倫したことにしようとか、今度はなんか子供を殺して食べたことにしようとか、いくらでも書けるんですよ。でもそれは広域通報制度だから調べてはなりませんってなったら、もう怪文書出し放題じゃないですか。だからなんか、怪文書出し放題っていうのもどうなのかなと思うので、公益通報制度はある程度は必要ですと。権力者に調べられたら、それはもう真実を出せないよね、怖くて出せないよねっていうのもあるので、公益通報制度自体は必要だと思うんですけど、ただ、デマを書いた人が書き放題になるというのは、それはそれで仕組みとしてどうなのというふうには思ってます。はい。なので、悪用ができないような形というのも模索しなきゃいけないと思うんですけど、そこの悪用の話までいかないんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。